皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは、今週マーケットで非常に注目を集めました NVIDIA の決算について、四半期決算のたびに注目を集めますけれども、今回の決算内容がどのような結果だったのか、そしてマーケットにおける決算の受け止められ方というのをご紹介したいと思います。また先日は当チャンネルで NVIDIA のサプライチェーンに関係する日本株銘柄というのをご紹介しましたけれども、そのあたりの銘柄に対するインパクトも簡単ながら試算していきたいと思います。まずご覧いただいているこちらのチャートですけれども、今週1週間の NVIDIA の株価推移、時間外の株価も含めたグラフですが、水曜日まで126ドル程度を推移していたところで、決算発表を受けて一時時間外で 7% の下落、その後翌日マーケット開けたところで若干戻していますけれども、結局終値ベースでは同程度 6% の前日比下落となっています。株価反応だとマイナスになっていますので、決算内容悪かったのかと言いますと、そんなことはなくて、具体的な数字、売上高をご覧いただきますと、こちら、単位書き忘れましたが、100万ドルベースですので、まずは左側四半期の売上高、事前の市場予想では287億ドル、前四半期よりも 10% の伸び、前年同期比だと 113% の伸びと、去年の倍増ということです。これが実際発表された実績値ですと、300億ドルを超えてくると、非常に好調な決算。サプライズの幅だと 5% 上乗せで 15% の前四半期からの伸び。つまり端的に言うと、今回の四半期は市場予想よりも上振れる結果となったわけです。その内訳として、NVIDIA の主力であるデータセンター、それに次ぐゲーミングの部門と、それぞれ分けて数字ご覧いただきますと、データセンターの方が市場予想253億ドル程度、12% の伸びに対して、実績値としては263億ドル、16% 程度の伸びとなりました。またゲーミングの部門についても数字1桁落ちますけれども、前四半期からの比較で 2% の上乗せと予想されていたのが 9% と非常に好調でした。そして次の四半期に関するガイダンスですね。会社予想についてどのような数字が発表されたか、こちら。事前に予想されていたのは平均で317億ドルの売上高でしたが、会社が発表したのは325億ドルということで、こちらも若干の上振れ。今期の実績値からは 8% の上乗せを次の四半期で会社は想定しているということでした。ただこちらのガイダンスに関しては市場予想を上回ってはいますけれども、そもそも今回の四半期の売上高が事前予想よりも上回っていたこと、そして四半期ごとの伸び率 8% というのを見ると、そこまで次の四半期強い予想を出しているとは言えない、まあまあな水準といったところかと思われています。また一株当たりの利益、EPS のベースでこれまでの推移と今後の予想というのをご覧いただきますと、四半期ごとの EPS 一株当たりの利益ですね。左側が市場予想。今後1年間4四半期分までデータが出ていますけれども、それに対して真ん中の列が実績値。そして乖離というところが事前の予想と実際の決算発表の差になりますけれども、今回は 5% の上振れと先ほど売上高のところでも申し上げましたが、利益ベースでも同じような水準ですね。そして数字としては見事にどんどんと積み上がっている形なんですけれども、こちらの事前予想と実績値の乖離の幅という意味では、今回も 5% 上振れてはいますが、過去2年間の中で最も比率としては小さい数字になったサプライズが今まで以上に小さかった回ということになります。その意味では事前予想の数字として実際出ていますけれども、マーケットではもっとですね、びっくりするような決算を NVIDIA は出してくれるんじゃないかと、数字に現れないところで期待していた向きがあったために、発表直後時間外で 7% の下落を記録したというふうに捉えられています。またこちらの EPS の数字をですね、グラフに直したときに、こちらオレンジのところが実績ですので、常に市場予想の青の線を上回ってはきていますが、だんだんと近づいているというのは、びっくりするような決算が出てこなくなってきているというところと、どちらのグラフにおいてもですけれども、これまでの2年間の伸び率ですね、上がり方というのと、今後予想されているようなグラフの上がり方、若干ですけれども前半の方では急な角度で上がってきたところが、だんだんと角度が落ちてきている。そんなところも今後の業績拡大のスピードがこれまでよりは落ちてくるんではないかと思われている。先月から再三申し上げていますが、生成 AI 関連の
先行投資というのが利益ベースで回収できるようになってくる時間というのがだいぶ先になるんではないかと、マーケットでも懸念されているようなところがですね、現時点では NVIDIA でも若干の伸び率の低下というのが予想されていて、その AI 関連の投資、後ほど注意点でも出てきますけれども、そこが順調に投資のコストとして抑制されて利益が生み出せる時間軸が早まるんであれば、この予想というのも後々変わってくる、角度が上がってくるかもしれませんので、そのあたりを今後は注目していきたいところかと思います。NVIDIA のポジティブな話として、一番に上がってくるのは今話題になった生成 AI 関連の新商品ですね。新たな GPU アーキテクチャブラックウェルというのが早ければ11月から出てくると予定されています。現行モデルに関してはホッパーという名前ですけれども、こちらの記事では AI 処理性能で5倍、消費電力あたりの処理性能で25倍といったような紹介がされています。ですので今後はこのブラックウェルという新たな GPU、こちらに対する需要が伸びてくるかというところ、発表時の写真ご覧いただいていますけれども、サイズ感も小さくなって、生成 AI に特化した高性能な GPU に乗り換えていく需要が今後の決算では期待されているということなので、逆に需要があまり伸びてこなければ、NVIDIA の決算も今後心配になってきますし、NVIDIA の決算がこけるということは相場が崩れる一因になる可能性があると。そんなことを頭の片隅に置いておきながら、今後はマーケットの動向、NVIDIA の決算予想というのをウォッチしていただければと思います。実際にはですね、11月以降から売上として計上できるような新製品と予定されていますけれども、ユーザーベースで我々の手元に届くようなブラックウェルという新 GPU を採用した製品は2025年後半から市場投入されていく予定だというところですね。それでは今回 NVIDIA の決算でマーケットでプラスに受け止められていること、ポジティブな要素ですね。まとめていきますと、データセンターに強い継続的な成長が見られたこと、そして今ご紹介した新たな GPU ブラックウェルに関しては、11月からの四半期で10億ドルベースでの売上が計算できるというふうに予想されていること、そしてこの新製品に限らず、現行モデルのホッパーに関してもまだ強さが見られていること、つまり生成 AI に関して収益計上までの長期化というのがよく懸念されていますけれども、懸念されているのとは裏腹に実務ベースでは結構 GPU に対する需要が落ち込んでいないというところですね。その他にもイーサネット収入の倍増であったり、あとは株主還元のところで新たに500億ドルの自社株買いを承認受けているというところです。この辺は NVIDIA の工場から日本株への波及を期待している我々日本株投資家よりは直接ですね、NVIDIA を持っている人に恩恵があるような話かと思われます。一方で懸念点、ネガティブな要素として考えていかなければいけない、挙げられる点としては、生成 AI のインフラ投資、設備投資が今後も成長続くかというところですね。GPU を供給している会社ですので、AI に対する収益性の疑念であったり、ちょっと設備投資の金額大きすぎるんで落としていこうというような企業が増えてくれば、おのずと NVIDIA に対する需要も減ってくる可能性があるということです。あとは供給の不確実性ですね。決算発表時に不安定な供給状況というのは今年の後半にでも解消されるというようなコメントありましたので、そこまで心配しなくていいかもしれませんけれども、半導体業界における米中摩擦ですね。NVIDIA のサプライチェーンご覧いただいたときに結構アジア企業というのが多く入っていましたので、そのあたりの競争、NVIDIA に対する供給の不確実性が今後拡大しないかというのも注目点の一つになってきます。そもそも新商品といえども GPU を作ることができなければ売れないということですね。それでは今度は半年前の NVIDIA 決算の時に決算内容とはあまり関係なく株価を大暴れさせた要因。先ほども利益ベースの推移ご覧いただきましたけれども、基本的に NVIDIA の決算というのは常にサプライズを生んできたと。そんな中で大幅に株価下落した回もありましたが、そういった時の主な要因というのはほぼ事前の NVIDIA 株に対するオプション、これが膨らみすぎた時に暴落が起きることがあります。今回の NVIDIA の事前のコールオプション、プットオプションのポジション数量をご覧いただきますと、真ん中のオレンジのラインがちょうど決算前の126ドルのところですね。これに対して公式価格横軸で、いくらの公式価格でプットオプション、コールオプションが立てられているか。例えばグレーの棒グラフですね。コールオプションの数量
一番多いのは$130のところです。その後は135、140、150といったところのグレーの棒グラフ、切りのいい公式価格のところでかなり大きめのポジションがそれぞれ構築されているのがお分かりいただけると思います。一方でプットオプション売る権利ですので、基本的には現価格よりも下の方で構築されることになりますが、もしですね、$126から$100近辺まで暴落した時には、現価格と公式価格の間でプットオプションを立てておけば、公式価格から暴落した価格までのヘッジができるということなので、青の棒グラフ、プットオプションについては、基本的に左側に多く立てられるということです。そうすると、結構まんべんなく立っていますけれども、110、115、120のところがそれなりにポジションが立っていると。ただ、プットオプションの方は、今申し上げたように、暴落時にヘッジするという目的なので、その逆サイドで多くの機関投資家は、NVIDIA の現物株を持っていると。おそらく決算またぎが怖いので、オプション発行するコストだけを払っておいて、ヘッジができると。そういった性質で持っている投資家が多いと思われますので、右側のグレーのコールオプションに関しては、NVIDIA の株価が暴騰したら儲けてやろうというような意図での持ち方。一方で、左側、プットオプションに関しては、暴落した時に自分が持っている NVIDIA の現物株が損失出してしまう分、このプットオプションから生み出される利益で損失を限定的にしようというヘッジ目的のポジションですね。左側と右側で大きく目的が異なります。ですので、現行価格126に対して、コールは130、一方でプットは110が最もポジションが構築されているところと点線打たれていますが、そういった目的の差もあるわけです。そして結果としては、冒頭ご覧いただいたように、7% の下落でしたので、115円、116円程度のところですね。ここまで下がったということは、このオレンジの126円から左側116円のところまでの青のプットオプションが今回は利益を生み出せたということです。それより左側の青の棒グラフおよび右側ですね、130とか140、150のところで立っているグレーのコールオプションに関しては全て無効となっています。また先ほど少し触れましたけれども、このオプションを構築するには手数料をオプションの発行体に払いますので、このオプション手数料がどれくらいになっていたかと言いますと、NVIDIA の四半期決算というのは毎回オプションが非常に人気になりますし、半年前でしたか、かなりオプションが大暴れして株価が乱高下したんですけれども、そういったこともありまして、決算発表直前の手数料というのは$13程度までいっていたと。つまり、コールオプションだと少なくとも現値での公式価格だったとしても$140まで上がってくれないと手数料分勘案した時に利益になってこない。逆サイドですと113円ですね。プットオプションの。ここまで大きく下がってくれないと手数料分損してしまうという計算になりますので、その異常なコストというのを考えると、今回のオプションに関してはほとんどが公示価値のないようなイベントになったんではないかと思われます。つまりはですね、NVIDIA の株価を大きく左右するようなポジション構築はされていなかったという結果になります。ですので NVIDIA の株価、先ほどご覧いただきましたけれども、乱高下することなくですね、マイナス6、7% ということなので、数字自体は大きめですけれども、NVIDIA のボラティリティ考えると、そこまで大きく気にするような下落幅ではなかったと。ご覧いただいている左側の真っ赤のところが NVIDIA マイナス 6% 少しになっていますが、それ以外の銘柄には全く波及することなく、結構落ち着いた決算またぎのイベント通貨になったんではないかと思われます。それでは今回の NVIDIA の決算を受けて、先ほどご紹介したように 5% 程度のサプライズでしたけれども、日本株の銘柄にどのようなインパクトがあるか計算してみたいと思います。元のデータとして使うのは先日ご紹介した NVIDIA のサプライチェーンですね。仕入れ先として上位に並んでいる企業、アジアの銘柄が多いと申し上げましたが、1位が台湾の TSMC、2位は韓国 SK ハイニックス、3位は台湾のウィストロンですね。直接の仕入れ先ランキング20位までご覧いただいて、その中で1位の TSMC、2位 SK ハイニックスといったような仕入れ先企業がさらにどこから仕入れをしているか、一次下請け、二次下請けというような階層で、それぞれの上位のサプライチェーンの中に日本株銘柄がどのように関与しているかというのを集計、ご紹介した3ヶ月前ぐらいの動画ですね。具体的には
少し字小さいですけれども、東京エレクトロンや信越化学、スクリーンホールディングス、レーザーテックといったような皆様ご存知の大手企業もあれば、新電ハイテクス、サンテックスホールディングス、GL サイエンスといったような小型系の銘柄もありますので、具体的に詳細までご覧いただきたい方は、こちらのサムネイルでお出ししている動画をご参照いただければと思います。その中でですね、NVIDIA からの売上高、どれぐらい伸びが出た時に仕入れ先として金額ベースでそれぞれの日本株銘柄に降りてくるかというポイントと、逆にですね、日本株銘柄から見た時にその企業がこのサプライチェーンの中にどれぐらい関与しているかという比率のポイント、この2つで集計を行いました。今回用いるのは後者ですね。このサプライチェーンの中でどれぐらい関与している割合があるのか、それぞれの日本株銘柄の立場から見たときに集計した数字というのを使って、先日発表された NVIDIA のサプライズ分が各銘柄にどのようなインパクトを与えるかというのを計算してみました。そうすると左側から銘柄名あるいは時価総額という特徴ですね。ここご覧いただくと大型株、小型株というのがお分かりいただけます。そして緑の棒グラフ順番に並んでいるのが NVIDIA のサプライチェーンにおける関係性依存度です。例えば仮にですね、NVIDIA のサプライチェーンが丸々急に消失したとなると、レーザーテックおそらく3分の1程度まで売上高が減ってしまうと、そういった見方ですね。サプライチェーン一口に言ってもかなり多くの企業で国際化も進んでいて、複合的に絡まっていますので、一概にはこの数字が絶対正しいとは言えませんけれども、先ほどご紹介した動画の中で集計したベースで計算してみたということですね。そして中ほど売上高、営業利益、その2つを割った時の利益率というのがこちら。各銘柄で売上高が例えば 10% 伸びた時に、一旦金額ベースでその伸びを換算して営業利益率をかけることで、どれぐらいの金額、利益ベースで上乗せされるかというのを計算するためのものです。なぜそのようなことをするかと言いますと、基本的に株価というのは売上高ではなくて営業利益の方にトレンドとしては沿う傾向がありますので、当然利益がどれぐらい上げられるかというのが株主にとっても大事と。ですので、この利益率の数字直近のところも持ってきているという形です。そして株価へのインパクトを計算するにあたっては、往々にして事前予想が織り込まれていると。例えば上振れの決算が出たとしても、もっと事前に期待されていたので株価は下がりましたみたいなことがありますが、今回 NVIDIA の決算で事前予想よりもサプライズがあった分だけを波及効果として試算する対象としたいと。つまり前四半期からの伸び率で換算すると、先ほどご覧いただいたように売上高 15% 伸びましたよということなので、丸々 15% と入れてもいいんですけれども、事前予想が 10% の伸びだったことを踏まえると、そのサプライチェーン上の日本株銘柄に波及する分というのも、株価に対してまだ織り込まれていないのはサプライズの 5% 分だけではないかと、そういったロジックですね。このサプライズ分 5% というのを売上高ベースでサプライチェーン関与している依存度という列ですね。緑の棒グラフのところ、これと利益率掛け算することによって営業利益の金額ベースでどれくらいの上乗せ期待ができるかというのがこちらの列の数字になっています。そして金額を出した後はそれぞれの銘柄における1株ベースでの利益にどれぐらいのインパクトが出るか、発行済み株式数で割ることによって1株当たりの数字が出る。そしてそれぞれの銘柄で期待されている株価収益率ですね。PER。この倍率をかけることによって、この上乗せ幅というのが株価に対してどれぐらいインパクトを与えそうかというのを計算したのがこちらの列になります。これに対して決算発表前、先週金曜日と決算発表後の今週金曜日の株価、1週間の変動をこちらの列で載せていますので、この比較で NVIDIA の決算サプライズ分がまだ反映されていない銘柄というのを探していくと。そういったような感覚です。ですので、例えば一番上レーザーテックですと、NVIDIA のサプライズ 5% 売上高で出たので、レーザーテックに対する株価への上振れ幅というのは、サプライチェーン上のデータですと、3.4% ぐらい上振れする期待ができるんではないかということですけれども、1週間の株価変動だとマイナス 1% ですので、少し NVIDIA の業績に対するレーザーテックへの織り込みというのは足りないんではないか、そんな風に見るわけですね。そうすると右から2列目の利益上振れ率、NVIDIA のサプライズが
どれぐらい各銘柄の株価に影響しそうかという数字に関しては、4番目のテクノクォーツ、そして中ほど GL サイエンス、神電ハイテックスといった銘柄がそれぞれ大きな数字になっていますね。38.2% であったり 17.7% と出ています。これはですね、やはり小型株中心になっていて、NVIDIA に対する売上高の関与が高いと。そして大手企業と違って営業利益率が非常に低い。特にちょうど真ん中神電ハイテックスに関しては 2.8% と、売上高に対する営業利益の数字がかなり小さくなっていますので、サプライズをこの金額ベースに直した時も小さくはなるんですが、それに対して現行株価に対する1株当たりの利益 EPS に直すと、この上乗せという部分が割合として大きく効いてくるというのが小型株の特徴です。あくまで試算ですので、テクノクォーツの 38.2% はかなり大きめに出ているかと思いますが、1週間の株価変動で見ますと、プラスの 1.9%。神電ハイテックスに至っては 4.4% の上昇ですので、おそらく NVIDIA のサプライズがここに効いてきているといったようなことが考えられます。逆にですね、利益の上振れ率がそれなりに出ているはずなのに、1週間の株価変動が難聴だった銘柄注目していきますと、イビデン上位の中でも小型株とまでは言いませんけれども、そんなに信越科学であったり、東京エレクトロンのような超大手ではないような企業、スクリーンホールディングス、東京大華工業、新興電工といったところが、利益上振れ率としては 1% 前後、株価に対してもプラスに寄与しておかしくないようなところがマイナスの1週間株価変動だったというところですね。このあたりは NVIDIA の決算好調さに比して難聴な推移をたどっています。ですので、マーケットでも中小型株のところが少し注目を浴びてきていますので、このリストの中でも時価総額のところ赤の大きな棒グラフが出ているところよりは比較的小さな銘柄というのを注目してご検討いただけますと、NVIDIA をそのまま持つと決算またぎのたびに NVIDIA のリスクをかなり取ることになりますが、仮に好調だった時に日本株の銘柄に波及してくるといったようなところを期待する上では、リストの中で利益の上振れ率が効いてくるような中小型銘柄というのを持っておくと、比較的リスクを抑えた中で NVIDIA の上昇の時には恩恵が受けられるんではないかというふうな考えですね。リスト下の方に行きますと NVIDIA のサプライチェーン上の関係性というのがだいぶ薄れてきますので、利益上振れ率も 0% と、今回 NVIDIA の決算サプライズが 5% あったと言ってもかなり目に見えないような割合でのインパクトしか出てこなさそうというふうにはなってきますけれども、そうするとですね、下の方の銘柄TDK、ファナック、ディスコといったところですね。サプライチェーン上はそんなに現れていないのに、NVIDIA の決算がもしこけてしまったときは、一緒に関係銘柄として手放される一方で、サプライズがどこまで上振れたとしても、そんなに大きく目には見えてこない、インパクトしか出ないといったような相場展開も考えられるような銘柄たちですね。一番下のサンテックホールディングに関しては、NVIDIA のサプライチェーン上で具体的な数字関係性が取れないところがありましたので、一番依存度が低いという意味ではなく、具体的な関係性の割合がサンテックホールディングの立場から見たときにわからないというだけで、銘柄としては時価総額840億円程度の小型株ですので、非常に注目していきたいところ、営業利益率に関しても 30% 程度で、NVIDIA のサプライズが 5% あった場合には、株価に対して 6% 程度の反応が出るんではないかと。すでに株価推移としては、長期で見たときには非常に好調な推移していますけれども、このあたりも注目していただければ面白いんではないかと、個人的に思っているところでございます。あとは先日、やると言ってまだやっていない NVIDIA 部門別でご覧いただいた時にも非常に好調だったデータセンター関連ですね。そういった業種でも日本株の銘柄少し探っていきたいと思いますので、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただける方はぜひ高評価チャンネル登録していただいてお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。